維新でもないし、もちろん立憲でもないし、新しいところに寄ってってももうそれ彼ができるところがないので、作っていった方がいいんではないかなと思うけどね。お父さん。はい。都知事選も終わりまして、石丸さんなんかいろんな意見がちょっと飛び交ってるんですけど、まあでもまずその前に2位っていうのはすごかったね。そうですね。あれは大したもんだね。大躍進っていう言葉がね、本当に当てはまりますよね。160万票だったっけ？すごい数だよね。だからまあまずは1個言えることは、もうちょっと早めにマスコミが取り上げてたら200いっただろうね。でやっぱり大きいですよね、そこね。いやもうだって劇場型だから、今の選挙っていうのは。そうですよね。それはもちろんそのマスコミがどんだけ取り上げるかっていうね。だからやっぱりその産経新聞とかね、そのあたりが最初に取り上げたでしょ。そこからやはり各メディアが取り上げたんで、その前にもうちょっと大手のところが取り上げてるとだいぶ伸びたし、一番最初からもう蓮舫さんもしくは小池さんっていう構図バーサスなってたもんね。なってたものが、まあそれこそ三つどもえじゃないけど、だよみたいな感じで出ていたら勝ったかもしれないですよね。そうですよね。ぐらいの勢いあったね。まあだからそのあたりのやはり不満というか、まあ本人も2位はないにしても3位はあるだろうぐらいの期待はあったの。どの会場も満杯になってたし、すごい話題になってた分だけ悔しいと思ってたと思う。あとちょっと。あとちょっとだった。もっと早めに取り上げてくれてれば、俺は勝ってたんじゃないかっていうところの悔しさが終わった後の会見で出てきたマイナスの表現に一個はなったかなと思ってますね。マイナスの表現ですけど事実だもんね。そこに恨みつらみのね感情がどうしても乗っかったとは。若さだよね。やっぱその若さが出ちゃったっていうのと、まあ正直なんですよ。そういう意味ではね。まあでもそれはねその前に出した動画でもちょっと気をつけた方がいいって言ってたポイントではありましたもんね。そこだけなんですよ。僕は石丸さんに一番心配だったのは。その言葉を一回言い始めた時に突き詰めちゃう人だから、止まらないし、相手をやっぱ追い込んでしまうものの言い方をするじゃないですか。まあ今回は、あの会見が一番ちょっとやっぱまずかったなと思うのは、追い込むどころかとどめを刺してたので、こうじゃん、こうじゃんって、あんたたちはこうだったじゃんとかね。もしくは、同じ質問を何度もするなっていう、まあ言ってしまえば相手のミスと捉えるような、指摘の仕方。ただまあ記者からすると同じ質問するのは当たり前のことで、同じ質問の中からどんどん文章を広げていく。前の質問では取れなかったから、また同じ質問をして、次は同じことを答えないから、次のことを取るっていう、まあ記者の手法なんです、あれが。でそれに対して、なんでそんな意地悪な言い方するのと。向こうも思っただろうし、石丸さんからしたら、納得がいけなかったっていうのもあるし、あと記者からしても、いやいや、それ、忖度してよと。自分たちはそうしかできないでしょ。要は、だから会見の中に忖度がなかったっていうのが一番見ている私たち日本人忖度民族ですから。見慣れない記者会見になっちゃったんですよね。見慣れない記者会見で、なんだっていう違和感を感じたんでしょう。ただ、あれに違和感を感じている段階で、まだ時代に乗り切れてないかなって気がするけどね。まああれだけやっぱり得票数を集めてるし、注目されてる方なんで、たくさんのアドバイザーがね、もう今ついてらっしゃると思うので、僕らが今更何をどうのこうのね、まあごときが言うことでもないんですが、そうだね。一番最初にその言葉に気をつけてねっていうふうにアドバイスさせてもらった立場が言えば、まだ気をつけた方がいいです。間違えてないって本人思ってるんですよ。おそらく。で、間違えてないから、切り抜きじゃないけど、テレビの画角的に切られて悪いところだけ取られたなっていうところで余計怒ってるので。そうですよね。余計怒ってるから、どこかでまたそれが恨み節になって出る可能性あるし、そこを狙ってるんで、今度は。今度はまたそこをマスコミで狙ってくるので、そういうところの餌食にならないんでねっていう心配はあるよね。すごいね、本当に大きな多分こう変革ができる方だあろうからね、余計にこっちも期待しちゃうからね、なんかそういうことでなんか足を引っ張られては欲しくないよね。来てる人に対してはたくさんのやっぱりその人望とかね、力がある人たちも集まるので、
石丸さんだけの力というよりは、石丸さんが160万票以上取ったっていうことによって、本来、まあ、バラバラになってたいろんなその力のある人たちを集めてくれてるということだから、石丸さんの力以上のものが出るのでね、僕はその意味で期待してるんですよ。いけるなと。なるほど。同時にちょっとね、かわいそうだなと思ってるのは蓮舫さんだよね。これあんまりもう、石丸さんのことがあんまり話題になりすぎて、蓮舫さんのこと言う人いないんだけども、僕この選挙出る必要なかったと思ってるんですよ。まあ、スルーできた、本当は本人もね。だけど、どうしてもやはり担ぎ出されたっていう感じは一個あるよね。あとはやっぱり、離党はしましたけど、立憲民主ってことは、まあ間違いないわけで、立憲民主も今回はやっぱりこれでだいぶ評価を落としたし、で、共産党もね、ちょっとやっぱり、想像以上に人気を落としちゃったんで、いや、果たしてこれ何のための選挙で、誰がこういうことを考えてね、蓮舫さんにさせたのかなっていうのはあるよね。3位だったってことは蓮舫さんは、もう次ないと思ってますよ。厳しいと思う。なるほど。だから、小池さんはもうこう3期目でいいけど、小池さんはもう次引退だからね。勝手に引退させちゃいますけど。引退していいと思います。あと、頑張られてね。ただ、次のやっぱりね、女子のリーダーとしてやっぱり僕は蓮舫さんだと思っていたので、やっぱり蓮舫さんはもう少しちょっと今休んでもらって、だいぶやられてるよね。だいぶやられてるから休んでもらって、どういうふうにまた、その、組み立て、選挙組み立てなんで、それが来年のまたね、衆議院選なのか、わからないけども、また復活してほしいなっていう気持ちはあるけど、運勢が悪いんだよな。ね、おっしゃってましたよね。統計学的に言うと今、悪くなった、ちょうど今悪くなったんですよ。あと来年再来年まで続くんで、そういうの見ていくと終わったのかなっていう気もするな。でも逆にその運勢の悪い時にしっかり休んで、また次に向けてっていう。まだ若いからね。はい。こともありますよね。出てきてほしいよね。あれだけやっぱり物申せる方っていうのはね。女性でね。大体ね、女性で物申す人たちどんどんね、ダークになっていくからね。その中でやっぱり蓮舫さんはダークさはなかったし、非常に聡明なね、感じはしましたね。それかのらりくらりね、小池さん方なんか、どっちかしかなかったんで、そういう意味では真っ向勝負したよね。真っ向勝負してやっぱり今回は担ぎ出されてちょっと痛い目にあったかなっていうのはかわいそうだなっていう気がしますね。今回石丸さんの運勢的にはどうだったんですか？いいんですよ。いいんですが、彼ちょっと変わった運勢で、いいものと悪いもの両方持ってる運勢だから、そういうのもあるんだ。あるんですよね。やっぱりその相反する太陽の部分の運の良さがあれば、月の部分もくっついてくれるみたいな。通常は1個だけなんだけど、2つくっつくタイプもいる。そういう意味ではやっぱり、いいけど悪い。まあ、そのまんまですね、今回のね。いいけど悪かった。今後がだから心配だよね。ちょっと石丸さんに話を戻せば、石丸神道っていう形に作っていった方がいいんではないかなと思うけどね。一番落ち着くのはそっちってことですか？維新でもないし、もちろん立憲でもないし、与党側ではもうないじゃないですか。与党のやり方を変えようと言ってるわけだから、ないですし、新しいところに寄ってってももうそれ彼ができるところはないので、そしたらやっぱり、国政には僕は出てほしいから、どっかの市長、ね、首長をやるよりは、そしたらやはり、党がないとできないから、やっぱり石丸神道なのかなっていう。間違えても山本太郎さんとかね、連携することだけど、やらないけど、絶対やらないと思うけど、そういうことはせずに、もっとクレーバーにね、今までのその政治家ができなかったこととか、失敗してきたこととか、もう大体みんな続けると、はまっちゃうじゃないですか。染まっていっちゃうからね。形にね。染まってないんで、よく冷静に判断して、皆さんが失敗したところをね、うまく、修正しながらね、やってますもんね。そういうところをやってほしい。ちょっとなんかやっぱり画像的にも悪い顔を撮られすぎたね。ほんとね。ずっとあんな顔じゃなかったと思うよ。カメラあるあるで、ちょっと映像も暗かったから、やっ
ぱり狙ってるところのカメラがやっぱりちょっと悪く撮れるように撮ってるよ撮ってね。ますようね。ん。いや、だけどそれがまた数字上がっちゃうんだよ。みんな助かっちゃうんだよね。ただ最近はテレビはあれだよね、上げて落とすスピードが速くなっちゃったね。もう新陳代謝が速いね。もうちょっと上げんだよ。でも上げてってもこれ以上数字取れないなってなった次落とすから、そういうのはやっぱり皆さんの興味が上がったり下がったりが速くなった感じがするよね。まあもうある意味タレントさんみたいなもんなんで、そういう劇場型の政治家っていうのはね、まあ実際タレントさんっていうかってね、そういう人たちがね、石原都知事、元都知事もそうですし亡くなられたね、そういう人たちも含めてみんな、ね、青島さんもそうだったでしょ。いわゆる劇場型の人がなりやすいんだけど、東京都知事っていうのは。もう少し彼のそのキャラクターを作ってあげないとちょっとかわいそうだな。もうちょっと太った方がいいよね。そうなの？そうなんですか？もうちょっと食べた方がいいんじゃない？痩せすぎてる感じがね。意外と皆さんが見てるよりちっちゃいですよ。体も細いと思います。今回の選挙戦のだいぶ痩せたかな。だって一番街頭演説回った方ですよね。今回ね、暑い中ね。だってネットのさ、人と言われて、一番動いたよね、アナログにね。そういう意味ではやっぱり、選挙の仕方うまかったし、まあ選挙3番もすごい強い人がついたんで、今回はね、3回しか負けたことはないと。ここの900何回勝ってますみたいな人がついてたんで、まあ、今回いけたとは思うんだけどもね。次回はやっぱりね、もうちょっと落ち着いて、メディア対策をやってほしいよね。そうですね。でもなんか本当に良くも悪くもものすごい影響力がある方じゃないですか。だから選挙終わってからもね、小池さんのもっとこうね、政策とかに話がいけばいいけど、全部こう、石丸さんのもの一色になって、あとはもう実家までね、なんか脅迫めいたことになってたりとか。今だからそれこそ立ったらわかんないですよ。今選挙が行われたらわからない。そうですね。まあ、その悪く取られた部分がなかったとすれば、勝ってますよ。小池さんに。ただ今もう賛否両論になってきてるから、そういう意味では分かんなくなっちゃったね。今、例えばどうかなっていうところの、まあ人気というか、注目度はあるよね。でも彼の政策は一貫してるんで、そういうところがやはり分配というかね、国全体がやっぱ東京に寄りすぎてる。で、東京が若ければいいけど、まあちょっと高齢化してるんでね、うまく機能しないでしょっていう考え方。単純に言えばそんだけのことだから、そういうところをね、やっぱり、あれだけね、主張できるからすごいなっていう気はしますね。対談してみたいよね、一回ね。春さんとね。政治の話じゃなくて、スピリチュアルの話したいよね。ちょっとスピリチュアルな感じの方なんですか？だと僕は思ってる。思ってる。意外とね、絶対本人表に出さないけど、僕はちょっとスピリチュアリーな部分があるな。もちろんそのスピリチュアルって言い方すると本人の政治生命に問題が出てくるから言えないけど、もうちょっとなんていうかな、まあ、こういう政治というところの部分を外した、そういう対話ができるような、性格の部分とかね。人間石丸さんみたいなところで。人間石丸を私がアドバイスしてあげるというか、よりこうするといいですよっていうね。人間やっぱりいい面悪い面があるので、ちょっと悪い面をね、今こう向けさせられてるんで、マスコミの方に。いい面を引き出して。いい面の方にまた戻すか、もう一回ついちゃったもの、これもいわゆるタトゥーみたいになっちゃってるので、無理なんだけども、逆にそういう部分がもっと良い方向に移していく方法もあるので。まあご本人はね、自分で考えてそういうね、なんかちょっとマイナスチックなものもやってるっていうふうには言ってはいるけれどもね、にしてもやっぱりこう、最初に言ったようにね、日本人って忖度するからね、それがないとやっぱりすごくみんな違和感があって慣れない部分がね、多いかもしれないので、もうちょっと出し方とかね。中にはみんな言ってるんですよ。わざとやってんだよって、あれはねって。そういう人間じゃないよって、あんな礼儀正しいしってね。まあそのおかげで確かにいっぱい流れたし、選挙後に小池さんよりも流れた石村さんなんで。そうですよね。だけどそれがちょっとやっぱり、マイナス方向、斜め方向の部分にしちゃうっていうのがやっぱ今のマスコミの技なんで、昔は白か黒かだったけど、今は全部グレーにしちゃうから、まあちょっとグレーにしたことによって彼のその透明さとか、はっきりした部分が、ちょっと裏目に出た感じがするよね。もったいないよね。ぜひね、石丸さんね、西麻布にいらしていただいて、私たちがイメージアップを
したいなと思ってますけどね。まあ、小池さんもね、逆に、まだ公約ね、言ったことをやってる途中ですし、東京都引き続きやっていただいて、子育て支援も今のままではなくてね、もうちょっとレベルアップした形でやってほしいし、あとね、やっぱり、まあ、ご自身も胸に聞けばわかると思いますが、一時期流行った伝染病の話ですけどね、東京でも大変だった。今また、再発して増えてるんですよ。で、すごい数やっぱり増えてますから、その時はやって今やらないっていうのがパフォーマンスになっちゃうので、やはりあれだけお金を使ってきて今もやってますよっていう言い分があるかもしれませんが、よりもっとやっていかないと、東京みたいに300万人もね、1日に出入りするところ、そういうところはやはり危ないしね、小さい子供がやっぱり今かかりやすくなってるらしくてね、そういうのもすごい心配なんでね、ぜひ政策とか表向きの皆さんが分かりやすいことだけやるわけではなくて、今起きてる東京の問題もね、ぜひやっていただけると嬉しいですよね。東京都民としてはね、僕都民なんでね、3人とも都民なんで、ぜひね、そこはやっていただきたいというお願い。あと石丸さんもね、ぜひ、これ石丸さんの会なんでね、政治的なことも含めてそうですが、まあ東京都と一回関わったじゃないですか。ね。ぜひ東京都の問題点もいろいろ勉強なさったと思うので、ぜひ小池さんに進言していただいて、こういうところをね、こうした方がいいんじゃないですかっていうのをね。そうですね。これからね、石丸さんってコメンテーターとしてはもう引く手あまたなんですよ。もうどのテレビ局も欲しいですから、そうなってくると、多分石丸さんの意見っていうのは相当強いんでね。ぜひ東京都知事、時点でしたが、いろいろ勉強した成果をね、ぜひ小池さんに向かって、次はコメンテーターという形でね、やっていただきながら、次の国政に向かってまた育んでいただけると嬉しいなと思います。天気お疲れ様でした。